こんにちは、玉ゆりです。今日目指すのは三重県熊野市の立ヶ崎。広大な太平洋から絶えず白波が打ち寄せる熊野灘。その海岸に高さ80メートル、周囲550メートルの巨大な盾のような岩が鎮座しています。車道からは2キロの遊歩道が伸びており、徒歩約1時間で立ヶ崎を見渡す崖の上まで行くことができます。この辺りは伊勢神宮と熊野本宮大社を結ぶ熊野古道伊勢路の通り道。伊勢の狼と熊野狼がこの岩を挟んで酒盛りをしたという伝説も残っています。汚れなき永遠の生を表す伊勢の太陽神と、汚れや死すら包み込み何度もよみがえる熊野の隠れ世の神。そんな相反する2つの力が出会う場所とは一体どんなところなんでしょうか。じゃあ今日はここから立ヶ崎を目指して歩いていこうと思います。だいたい道のりは1時間ぐらいと聞いております。じゃあ楽しんでいきましょう。行ってきます。1.9 キロ。潮騒の音が聞こえる。駐車場からは最初ひたすら下るっぽいですね。この石の階段をどんどん下へ下へ下っていきます。海が近づいてる感じがしますね。不思議な岩、表面がなんかひび割れてるんだよな。これも火山活動でできた岩石かもしれないですね。眼下に船が見えてきましたね。港があります。これすごくない？同じ木から12345678910本以上に分かれてる。不思議。不思議な形の岩。こういうひび割れがあるんだよね。開けた場所に出てきた。もしかしてこれが箱志神社かな。晴れてこないかな。箱志神社立ヶ崎。失礼します。立ヶ崎までの道中に現れる箱志神社。目の前に見える新島湾を挟んでもう一つの半島に鎮座する室子神社と対になっています。紀元前663年、神武統制として海からやってきた神武天皇の一行が嵐に遭い、この場所に流れ着いたとされています。その時に亡くなってしまった兄2人を両岸それぞれの神社に祀ったと言われます。この2つの神社が合同で行う例祭、新島祭では古代からの船を使った儀式が現代まで伝わっており、伊勢の狼と熊野狼が酒を飲み交わす様子や、この地で盛んだった捕鯨を再現した様子、ナンパした神武天皇を地元の漁民が助けに行く様子などが表されています。ここ新島湾は古くは島の国と紀伊の国の境目でもありました。真っ白な鳥居の先には一本橋のような堤防、そして透き通る海。海から船を使って上陸するのがこの神社の正式な参拝方法だということではないでしょうか。
海と共に生き続けてきたこの土地の人々の営みが伝わってくるようです。すっごい水きれい。ここからは明石神社を後にしてさらに先へ進み立ヶ崎を目指します。駐車場から明石神社までは下り道。一旦海辺まで降りた後、半島の先端に向かって再び登り返すような形で道は続いていきます。遊歩道の周りには人の手が入っていない原生林が広がっており、本州最南端に近い土地ならではのうっすらと熱帯っぽさを感じる植生が広がっています。岩の壁に波がぶつかってますね。すごいこの岩。おお、でかー。ぱっくり割れてる。展望台 0.3 キロ。へえ、ここからぐるっと回れるようになってるみたい。展望台行ってみますか。先端に位置する高さ80メートル、周囲550メートルごとの半円形の断崖絶壁の岩が盾のような格好をしていることから、半島一帯の中でもここを特に立ヶ崎と呼び、県の名勝及び天然記念物として文化財の指定を受けていますと。行ってみましょう。道なくね？大丈夫これ？ちょっと荒れてるというか、葉っぱが茂っちゃってますね。チクチクする。ポルトの木だ。名前はポルトガルの木がなまったものだそうです。これすごくない？板みたいな細く平たい形の根っこができるからボンコンと呼ばれております。でかーい、すごーい。見えた。あれ、立ヶ崎だ。ちょっとチラ見えしてます。見てー、海すごーい。うわ、怖いくらいだ。階段が降りられるようになってる。見えました、立ヶ崎。こっちもすごい景色。
本州最南端の串本から尾鷲まで紀伊半島の海岸付近にはおよそ1500万年前のマグマ活動でできた熊野三成岩と呼ばれる火成岩の地層が広がります。中でも立ヶ崎は地層の割れ目に入り込んだマグマが冷えて固まってできたものだと言われます。長い年月をかけて火成岩の周りの地層を荒波が削り取った結果、こうしてそびえ立つ巨大な盾、おにぎりのような立ヶ崎の岩が出来上がったようです。まさに海と大地の共作により出来上がった神々が作りし芸術品といったところでしょうか。巨大な岩壁に絶えず打ち寄せる白い荒波と、どこまでも続いていく果てなき青い水平線。神様たちがお酒を飲み交わすとすれば、そりゃあこのぐらいの場所でないとダメだよなぁと妙に納得してしまったのでした。めっちゃ気持ちいい。一面の青い海、風に揺れる木々と木漏れ日、耳に聞こえてくるのは潮騒。背中にはお日様に温められたマグマの大地。何にも考えないで自然に身を委ねる至福の時。最近仕事も忙しかったし、バタバタしてて燃え尽き症候群気味だったけど、そんな状態でもまあいいんじゃない、ゆっくりしていきなと言ってもらえたような、人間社会とは違うゆったりとした神々の時間を少しだけお裾分けしてもらった気がします。もう最初の分岐に戻ってきたね。この道をここからぐるーっとして帰ってきました。それじゃ元の遊歩道入り口まで戻りますか。ご安全に。全然逃げる気配もないですね。人に慣れてるのかな。まだ若いから警戒心が弱いのかな。戻ってきた。ただいま。はい、というわけで立ヶ崎行ってきました。いかがだったでしょうか。いやね、私立ヶ崎前にも1回だけ行ったことがあって、今回、10年ぶりに2回目ぐらいの訪問だったんですけど、やっぱりめちゃめちゃいいところですね。熊野の自然の壮大さとか神々の息吹を感じるような意外な感じがすごくよく伝わってくる、海も山も一緒に楽しめる場所だと思います。で、あとすごいおすすめなのが、車置いた場所からのアクセスも約1時間と結構簡単なので、そんなに難所もなくてスニーカーでも行けるような場所だと思うので、登山はちょっと本格的には難しいかもっていう方でもトレッキング気分で気軽に行くことができると思うので、もちろん安全には十分気をつけつつなんですけれども、気になる方ぜひとも行ってみてほしい場所です。現代社会っていつも安定して同じパフォーマンスができる人とか、いつ会ってもエネルギッシュで元気だよねって言われる人がもてはやされる時代じゃないですか。それは本当に社会の仕組み上それがしょうがない部分ももちろんあると思います。だけど私は人間ってそんなみんながみんなロボットみたいにできてないと思うんですよ。だからたまにガーンって落ち込んじゃう時があってもいいし、反対にすごい元気になれる時があってもいいし、それって別に無理に一定にフラットにしようとしなくても全然いいと私は思います。私がいつも頼りにしてる整体の先生に言われた言葉ですごい大事にしてる言葉があって、ゆりこさんは4本足のついたテーブルじゃないんです、1本足の駒なんですって言われたんですよ。
それどういう意味かっていうと、私は落ち込んだりまた元気になったり、またもう全然疲れて動けなくなったり、でもまた立ち上がったりっていう、そのいろんなスパンを繰り返しながら駒みたいにそれでバランスをとっている人なんですって。だからゆり子さんはそのやり方でいいから、それを無理に変えようとしないでくださいって言われたんです。すごいなんか嬉しくて、私は結構それまで安定したパフォーマンスができない自分をダメ人間だって思っちゃってた節がありました。でも今なら言える、そんなことは絶対にありません。ガーンって落ち込めるからこそ、ガーンってまた頑張れる時も絶対あります。そういう人たちも絶対います。だから人とは違う自分は安定の方法かもしれないけど、それでいいです。自分にとっての一番心地のいい安定感とか、このリズムみたいなものを見つけて愛してあげましょう。でそれが難しくなっちゃった時は、今回みたいに自然の中にちょっと出かけていって、大自然の力を借りて自分の中にそのリズムを取り戻したり思い出したりするっていうのがいいんじゃないかなって思います。これからもね、自分らしく心地よく自然の中で深呼吸するように生きていきましょう。それじゃあ今回も本当に最後まで見てくださった方、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントも本当に嬉しく拝見しています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ともゆりでした。バイバーイ。